誰のおかげで食っていけてると思ってるんだ。俺が汗水垂らして働かなければ、お前はろくに食っていけないってわからないのか。サボってないでちゃんと働かないと、明日は飯も食えなくなるかもな。そう言って離婚届をちらつかせる夫。あまりの行動に呆然としてしまうも、夫はそんな私に離婚届に記入することを強要してきた。夫は私の言葉を全く聞いてくれなかった。夫は私の気持ちを尊重してくれなかった。夫は私に向き合ってくれなかった。そんな夫とこれからも夫婦でいられるほど私の心は強くなかったのだ。私の名前は美穂。40代の専業主婦だ。夫と2人で生活している。社内恋愛の末に結婚した夫とは最初のうちはうまくやれていたが、ここ数年は喧嘩の絶えない毎日だ。結婚した後、義母からの勧めで私は寿退社をした。義母は固い考えの持ち主で、結婚してからも家庭に入ろうとしない私に対して納得がいっていないようだった。義理とはいえ家族になるのだし、夫の稼ぎだけでも十分にやっていけるほどにうちの会社は給料が良かったので、夫に仕事を任せ、私は退職することにしたのだ。それからは専業主婦として努力する毎日だった。夫が少しでも快適な生活を送れるように、夫婦生活が円満になるようにと考える日々。仕事をしていない分、幾分か楽になるものだと思っていたが、そんなことはなかった。家事は完璧にしなければならないし、食事だって栄養バランスをしっかり考えて、品数も多めに作らなくてはならない。けれど、どうしても時間が足りなかったり疲れてしまって手をつけられないことだって出てくる。しかし、夫はそんな私に対して妥協を許さず、専業主婦にしてやったんだから、と言って、何事も完璧にこなすようにと言ってきた。それから、だんだんと夫婦関係が悪化していった。専業主婦というのは、私が思っていた以上に辛く、大変なことだったのだ。ほどなくして、夫婦間の空気もギスギスとしていき、夫と会話をすることも減ってしまった。専業主婦のくせに、夫をいたわることすらできないんだな。そう言って、夫は私のことを笑った。夫が疲れて帰ってきた時は、私がねぎらわなければならないのに、私が家事で疲れてしまった時は、励ますどころか、けなすような言葉をかけられる。この時にはすでに、夫婦関係は対等ではなくなってしまっていた。料理の質が落ちてきたな。もっとちゃんとしてくれ。俺の体が病気になったらお前のせいだからな。掃除が全くできてないじゃないか。この埃が見えないのか。俺がハウスダストアレルギーになったらどうするつもりなんだ。お前がちゃんとしないから今日はシワのついたシャツで出勤する羽目になったよ。困るんだよ、こういうのは。お前は専業主婦なんだからちゃんとしてくれ。疲れ切っている私。それでも止まらない夫からの文句。もうやめてと耳を塞ぎたくなったが、そんなことをしたら余計に夫の逆鱗に触れかねない。夫から言葉をかけられるたび、ごめんなさい、次はしっかりするわとペコペコと頭を下げることしかできない私が余計に惨めだった。私との関係が悪化したからか、夫が家に帰ってくる頻度はかなり減った。毎日遅くまで飲み歩いて、お酒で泥酔した状態で帰ってくる。そんな夫を支えて寝室に運ぶことすら億劫になってしまっていたが、だからといって玄関に放置してしまったら、それこそ夫を怒らせかねない。数年間夫にけなされ続けた私にとって、夫の怒鳴り声は何よりも怖いものになってしまっていた。たとえ夫が夜遅くに帰ってきても、眠らずに待っていなければならない。眠気で落ちてしまうまぶたをこすったり、顔を洗ったりしながら待っていても、帰ってきた夫は私をこき使うばかりで、やっぱりねぎらいの言葉はかけてくれない。
それどころか、ありがとうという言葉すらかけてもらえない。体のいい家政婦として扱われている気がして、余計に不快な気持ちが募っていくばかりだった。夫がどうして私にこれほど厳しくするのか、その理由には心当たりがあった。義母の存在だ。義母は凛としている女性で、家事も育児も完璧にこなしてきた。そんな義母によって甘やかされて育ってきた夫には、女は自分の母親くらい家事ができて当然のものという考えが染みついてしまっていたのだ。何をするにも母さんはちゃんとやれていた。母さんだったらもっとうまくできた。私がうまくできていないと母さんを見習え。挙句の果てに母さんと同じ女なのにどうしてここまでできないんだとけなされた。女だから家事が完璧にできて当たり前なんていうありえない考えを持つ夫に対して呆れの気持ちと怒りの気持ちが混ざったような感覚だった。女だから家事ができるなんてあまりにもおかしい考えだ。私はどちらかというと家事が苦手な部類だし、逆に義母は家事が得意な人だっただけだ。それなのに夫はすべて女だからで結びつけ、私にも完璧を強要するのだ。当然こんなひどい行動を繰り返されれば私だって黙ってはいられない。夫に対しての怒りをぐっとこらえておけるほど私は立派な大人ではなかった。夫の言葉に対して反抗し夫婦喧嘩になることも少なくなかった。どうしてお前は俺の思い通りにならないんだ。女は俺の思い通りになるものだ。いい加減にして。私はあんたのために生まれた機械じゃないの。自分の気持ちだってあるし、できないことだってあるの。専業主婦なんだからできないことだってちゃんとやるのが当然だろ。どうしてお前はそんなに出来損ないなんだ。その日の喧嘩はお互いの不満が募りすぎていたのか、かなりヒートアップしていった。どこまで行ってもお互いを罵るばかり、不満をぶつけるばかりで終わりが見えない。けれど私は止まる気がなかったし、夫も止まる気がなかった。お互いの本音をぶつけ合っていると、最終的に限界が訪れたのは夫の方だった。夫は戸棚から一枚、紙を取り出した。よく見てみると、離婚届だ。それを見せつけ、クスクスと笑い出した。誰のおかげで食っていけてると思ってるんだ。俺が汗水垂らして働かなければ、お前はろくに食っていけないってわからないのか。サボってないでちゃんと働かないと、明日は飯も食えなくなるかもな。夫がぶつけてきた最悪の脅し文句に腹が立って仕方がなかった。いくら私が思い通りにならないからって離婚届をちらつかせてくるなんてあんまりだ。私だって人間で自分の思うことがあるのに、それを伝えることすら許されないなら、私って何のために生きているのだろう。夫のあまりの行動に私はただ黙っていることしかできなかった。怒りの気持ちは確かにあったが、それと同時に離婚したらどうなってしまうのかとか、ここまでされてしまうほどに私はおかしなことをしてしまったのだろうかとか、不安な気持ちが湧き上がってきたのだ。夫はそんな私に目もくれず、離婚届に記入することを強要してきた。すぐに提出するつもりはないらしいが、今後私がまた言うことを聞かなくなった時、問答無用で離婚できるようにするという魂胆らしい。私が記入し終えると、夫も同じように記入した。お互いの判が押してある離婚届が、いつでも離婚できてしまうという現実を、より明らかにしていた。ここまでされるほどに、私はおかしいことをしてしまったのだろうか。できないことをできないということも、できないことを責められて怒ることも、専業主婦の私には許されないことなのだろうか。こうなってしまうと知っていたならば、義母の反対を押し切ってでも会社を辞めることなんてしなかった。こんな地獄が待っていると分かっていたなら、夫と結婚したりもしなかった。自分の選択に後悔していた。もっと芯を持って自分のやりたいことを明確に示せる人間だったらどんなに良かっただろう。
もっとちゃんと夫と話し合えるような人間だったらどれだけ良かっただろう。夫という人間に屈さず自分を貫き通せる人間だったらどんなに良かっただろう。これ以上夫と夫婦として生きていくことに私はもう限界を感じてしまっていた。次の日、買い物から帰りのんびりと家事をしていると夫が帰宅してきた。どうやら今日は飲みに行かずまっすぐに帰ってきたらしい。帰ってくるなりニヤニヤとした顔つきで私に声をかけてきた。離婚届はもう記入してあるからいつでも離婚できるな。あれで少しは反省しただろ。これからは完璧に家事をやっていけよ。私の気持ちも考えずそう言ってくる夫。しかし私にはとっておきのカードがあった。何を言ってるの？私はもう独身だけど。え？私の言葉に夫は現実を理解しきれず固まってしまう。そんな夫に私は今日の出来事を教えてやることにした。買い物ついでにあの離婚届を提出してきたの。あなたって本当に抜けているわよね。あなたの分まで記入したらいつでも提出できちゃうじゃない。おかげさまですぐに離婚することができたわ。あなたみたいな人から解放されるなんて夢みたい。夫は現実を受け止めきれず口を開けたまま呆然としていた。焦ったように戸棚を確認しに行き、本当に離婚届がなくなっていることに気づいて顔を真っ赤にさせた夫は私に向かって怒鳴りつけてくる。お前一体どういうつもりなんだ。離婚したら困るのはお前だろうが。それなのにどうして離婚届を出した。専業主婦だから離婚したらどれだけ大変なことになるのかもわからなかったのか。私だって立派な大人よ。離婚届を提出したらどうなるのかくらい分かっているわ。それでもあなたと離婚したいと思ったから提出してきたのよ。ちゃんと自分の意思でね。俺の稼ぎがなくなったら困るのはお前だ。生活ができなくなってもいいのか。そこら辺は自分で何とかするから大丈夫よ。どれだけ夫に責められてももう痛くも痒くもなかった。それどころかせいせいした気持ちだ。もうこの先専業主婦だからと完璧な家事を強要されることもないし、義母と比べられけなされることもないのだから。もうお前とやっていくのは無理だ。そんな生意気な態度を取るなら今すぐ出ていけ。私に反省の素振りが見えなくなると夫は我慢できなくなったのか、出て行けと言ってきた。これまでの私ならその言葉に怯えていただろうが、今の私にとってはその言葉は待ちに待っていたものだ。昼間のうちにまとめておいた荷物を持って実家へと帰った。それからの毎日はストレスこそないものの忙しい日々だった。まず友人に紹介してもらった夫婦問題に強い弁護士に相談しに行き、慰謝料についてや財産分与についてなどの話をしていった。夫側も弁護士を雇ったそうなので長い争いになりそうだとのことだ。そしてもう一つ私にはやらなければならないことがあった。それが家の売却だ。実はこれまで夫と共に住んでいた家は私の父から譲り受けたもので、家の所有者の名義も私のものになっている。父は私たち夫婦が安定して生活できるよう気を利かせてくれたのだ。しかし私がこんな目に遭い離婚し、あの家に住むことももうないだろうともなれば、あの家を持っておく必要はない。念のため父に確認して許可を得て、あの家は売却することにしたのだった。夫の仕事の時間は把握していたので、その時間に合わせて不動産屋に査定してもらうと、思ったよりも高額で売れることが分かった。数日後に荷物の運び出しを行って、その後、売りに出す流れになった。ようやく私がしなければならないことが終わり、あとはいろいろなところからの連絡待ちとなってから数日後、うるさくスマホが鳴り響いた。相手を確認すると、夫からだった。本来はもう離婚も成立しているし、
弁護士も立てているので出る必要はないのだが、夫が今どう過ごしているのかが気になり、出てみることにした。もしもし、元気にしてた？元気にしてたじゃねえよ。家に住めなくなったんだ。どうしてくれるんだ。忘れたの？あの家はお父さんから譲り受けた私の家だったじゃない。私が住まないんだから売ったっていいでしょ。よくねえよ。俺はどこに住んだらいいんだ。家がなくなったら何もできないじゃないか。相当な怒りと焦りを抱えているのだろう。夫は電話越しに大声で私を怒鳴りつけ、今すぐ元に戻せと言ってくる。しかし、今の私にはそれを聞いてやる義理もない。もう私たちは夫婦ではなくなり、ただの他人になってしまったのだから。それもこれも全部、夫の自業自得だ。もっと私の意思を尊重して、夫婦関係を築こうと考えてくれていたのなら、こんなことにはならなかった。少しでも夫が私のことを一人の人として扱ってくれたのなら、こんなに苦しい思いをすることもなかったのだ。あなたがもっと私のことを考えてくれたら、こんなことにはならなかったのよ。あなたが私の言葉を聞いて、私が嫁として完璧でいられなくても受け入れて、二人で頑張ろうとしてくれたのなら。わかった、わかったから。頼むから今すぐ全部元に戻してくれ。再婚しよう。これから先も二人で頑張っていこう。今さら何を言っているの？あなたとやり直すなんて死んでもごめんよ。私は私の人生を生きていくの。あなたのような人に邪魔されない幸せな人生を。だから、もう二度と連絡してこないでね。そう言って電話を切った。それからも何度も夫からの鬼電がかかってきたが、すべて無視。連絡先を削除し、弁護士にも念のため、夫から連絡が来たことを伝えておく。これから先、夫の方から何かコンタクトがあったとしても、私は対応しないだろう。こうして、元夫との嫌な暮らしは終わりを告げた。もうあの人と出会うことはないし、あの人と話をする機会もないのだと思うと、本当に清々する。友人に聞いた話だと、元夫はあれから家を失い、元義実家に助けを求めたそうだ。そこで、ようやく私にしたことを知った元義母は、元夫のことをこれでもかと叱ったらしい。元義母は確かに固い考えを持っている人物だったが、それと同時に人のことを尊重できる人でもあった。そんな元義母からすれば、嫁に対して敬意を示さず、好き放題にこき使った元夫は、許されるものではなかったそうだ。元義母によって、元義実家から追い出され、天涯孤独の身となった元夫は、それからどこに行ってしまったのかは私にはわからない。ただ、風の噂で、あれだけ頑張っていた仕事を辞めたらしいというものを聞いた。一方私はあれからしばらく実家で療養しつつ、数年ぶりに仕事を始めた。専業主婦でいた期間がそれなりに長かったので、ブランクもあったが、すぐに仕事に慣れ、今はバリバリ働いている。家で家事を強要されていた頃より、こちらの方が気が楽だなと感じた。元夫との嫌な記憶には蓋をして、これから幸せな人生を歩んでいきたい。